2023年10月、アメリカ西部、政府の重要な施設の近くで、夜間の任務に当たっていた連邦捜査官たちが夜空に説明のつかない光を見た。彼らは2人ずつのチームに分かれ離れた場所にいた。それでも後に提出された証言は互いによく似ていた。大きな橙色の光が小さな赤い光を次々に打ち出す。音は全くしなかった。その光景を捉えた映像も写真も公開された記録には残されていない。2026年6月、アメリカ政府は機密解除した UFO のファイルを新たに公開した。その中に AARO、国防総省の未確認異常現象の調査機関が西部事件と呼ぶ一連の記録がある。2023年10月の2日間、ドローンの発射を監視していた複数の連邦捜査官が2人ずつのチームでこれを目撃した。この事案は以前、全体像を一度たどった。今回はそのうち5人の捜査官が書き残した証言を、FBI がその証言から起こした再現図とともに1件ずつ見ていく。目撃者の一人、ある捜査官はこう書いている。午後7時頃、北東の空、地平線から35度から45度の高さに明るい丸い光が現れた。最初は星か惑星のようだったが、ゆっくりと明るさを増していった。その大きな光の中には、小さな赤い光が一つあった。光が大きくなると、そこから3つから4つの赤い光が外へ放たれた。赤い光は瞬時に加速し、完璧に滑らかに強調しながら水平の体型へと移っていった。この過程を午後7時から7時半までの間に5回ほど繰り返し見た、と捜査官は記している。離れた場所にいた別のチームも同じものを見たと確認した。別の捜査官は、東の空に大きな橙色のオーブが自分の方へ近づいてくるのを見た。隣にいた相棒が、これ見えてるかと聞いてきたという。オーブは橙色と透明とを2、3秒ごとに交互に繰り返していた。それが空の中ほど45度の高さに達したとき、3つの小さな赤いオーブを外へ押し出した。その射出は機械的に見えたと捜査官は書いている。赤いオーブはバスケットボールからこぼれ出るブドウの粒のようだったと。別の晩には暗視ゴーグルで空を探っていると、4つの赤い光がある飛行場の上空に来て、その四隅を囲むように四角形を描いて静止した。証言には目撃者自身の慎重さも記録されている。ある捜査官は、谷を車で抜けているとき、右手90度の方向に大きな輝く玉を見た。とっさに500から600メートル先だと思った。だが後日距離計で測ると、その丘まではおよそ1100メートルあった。最初の見立ては倍近くずれていた。玉は渦を巻く明るい溶岩のような光の円で、円にはそれを形作る構造は見えなかった。音はしなかった。20分ほどして前方の丘の上によく似た光が瞬間的に灯り、そこから3つの赤い光が等間隔で飛び出した。さらに20分後、同じことが起きたが、今度は一つはまっすぐ、一つは上へ、一つは下へと、縦に並ぶように飛び去った。その度に地平線の向こうで、白い閃光が空を短く照らした。同じ夜別の捜査官たちも同じ振る舞いを見ていた。一人は暗視ゴーグル越しに、明るい橙色の光が、より小さな光を次々に生み落とすように打ち出すのを見た。5回まで数えて、その先は数えるのをやめたという。やがて9つの光が、尾根の上に水平の一列を作り、30秒以上動かずにとどまった。もう一人の捜査官は、野生動物の保護区へ続く未舗装の道で、距離を置いた峰の上に大きな橙色の光が何にも支えられず静止しているのを見た。少し後、その光から2つの赤いオーブが放たれ、10秒ほどで全てが消えた。彼らは3マイルほど歩いてカメラを構えた。何かがまた現れた時に撮るためだった。証言には空の光だけでなく、地上で同時に起きたことも書き残されている。ある捜査官たちは、赤い光が飛行場の上に四角く静止するのと、ちょうど同じ頃眼下の車が、ゆっくりとした規則正しい感覚でヘッドライトを点滅させているのに気づいた。別のチームはまた別の晩、暗視装置だけを頼りにある光に近づいていったところ、車のヘッドライトに見えたものが、淡い光の輪をまとった一つの白っぽい橙色のオーブへと姿を変えたと書いている。そしてある捜査官は、自分が見たものを機械的な展開とも、生物的な分裂とも言い切れないとした上で、あくまで近い表現としてと断った。
何かが通り抜けて展開していく入り口、ポータルに例えている。彼はそれが見たものだとは言っていない。では調査機関はこれをどう評価したのか。AARO によれば、捜査官たちは事件の最中、映像も写真も計器のデータも集めていなかった。残された証言を AARO は民間と軍の飛行記録、レーダー、そして航空機の位置データと突き合わせた。その結果報告された光のおよそ 60% は、軍用機が訓練で放っていた赤外線のおとり用照明弾で説明できるとされた。実際その空域では、軍用機が照明弾を使っていた記録があった。位置も進行方向も時刻も、レーダーの記録とよく一致していた。ただし照明弾を見慣れているはずの捜査官たちは、あれは照明弾の見え方とは違ったと述べている。問題は残りの 40% だった。この部分については、レーダーにも位置データにも、捜査官の視線の先に基地の航空機は映っていなかった。そして、少なくとも一度、赤いオーブが尾根の上に数時間とどまり続けたという証言があった。これはどんな照明弾の燃焼時間でも降下の仕方でも説明がつかない。AARO は他の可能性も一つずつ検討した。無人機は数時間の対空が電池の限界を超えるため、可能性は低い。外国の新型の偵察装置は動きが基地のものと違いすぎるため可能性は極めて低い。気象や天体は観測の角度がバラバラで説明にならない。アメリカ自身の未公表の技術は特徴は近いが、その場にあったという記録が確認できない。最後に残ったのは、まだ知られていない技術という保留の仮説だけだった。ただし、それは証言だけが根拠で、技術的なデータにも物的な証拠にも裏付けられていない。2026年6月 AARO の長官は、この事案について署名した文書で、こう結論付けた。報告された特徴は、調査を続けるに足る十分な異常さを備えている。事案は、未解決のままであると。公開された記録に映像はない。計器のデータもない。あるのは別々の場所にいた訓練された捜査官たちが同じ夜に書き残した互いによく似た証言だけだ。私たちが手にしているのは答えではない。一致した証言と、それでも埋まらなかった 40% の空白だ。尾根の上に数時間とどまり続けたあの赤い光は、今も記録の中に説明されないまま残っている。本動画で取り上げた西部事件の記録は、機密解除プロジェクトパーシューがリリース03として公開した公式の文書だ。目撃者の証言、AARO の分析、そして FBI の再現図は、すべて war.gov/UFO で閲覧できる。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。